活カードの整理をやっていきたいなと思っています。つい先日なんですけど、久しぶりに池袋の K ブックスに行ったんですよ。で、私アイカツカード買うときは秋葉原の K ブックスに行くことが多いんですけど、最近人気なのもあるし、外国人の方もすごいたくさんいらっしゃってるので、秋葉原にあんまりカードがなくて、で池袋に行ったら池袋にすごいいっぱいカードがありました。で池袋はキャラごとにカードを全部分けてくれてるのですごい探しやすくて、でそこでですね、16年そのアイカツが終わってしまった、年の第3弾に出ていた各ブランドの、スターコーデがすごいたくさん入っていて、本当にタイミング良かったと思うんですけど、ほぼフルコンプセットを売った方がいらっしゃったんじゃないかなと思って、で、エンジェリーシュガーとかは1枚220円とかちょっと高めだったんですけど、例えばこのオーロラファンタジーのコーデとかは1枚110円だったので、330円でフルコーデが揃ってしまうっていう、やばい状態になっていたので、もう全部のカードを本当に 2,3 時間ぐらいかけて探して購入してきました。で、私ずっとこのブランドのスターコーデを全部集めたいなと思ってたので、今回夢が叶ったので、これの整理をしていきたいなと思っています。じゃあちょっと机の上片付けちゃいますね。この辺もちょっと新しく買ったカードでまた整理していかなきゃいけないんですけど、すごい可愛いカードがいっぱいあって、また整理するのが楽しみだなって思ってます。もう今すごいアイカツカード集めたいっていう気持ちになっているので、もう集めたいっていう気持ちの時にいっぱい集めちゃいたいなって思ってます。やっぱ流行ってる時ってカード高騰もするんですけど、それ以外に安いカードもたくさん、手放される方がいらっしゃるので、そういう方たちが多くなる分流通が増えてカードが入手しやすくなるので集めやすいなって思ってます。これは一番くじっていうのが昔アイカツの一番くじプチっていうのがあったんですけど、それの景品です。ここも今すごいいっぱいカード入ってて、これも整理しなきゃなと思ってるんですけど、今いちごちゃんとあかりちゃんのカードを一生懸命集めているので、それ以外のポップとかクールとかセクシーのカードをとりあえず入れている箱になってます。デザインがエンジェリーシュガーなんですけど、めっちゃ懐かしいです。意外と硬くて作りがしっかりしているので、まだ活躍してくれてます。これがこの間アップした動画のバインダーになるんですけど、実は動画をね編集している間にもすごいカードが増えていて、これもまた何かの時に紹介したいなとは思っているんですけど、スタートップスこっちにも入れてあるので、ちょっといちごちゃんをここから出しちゃいますね。でいちごちゃんはこのスターコーデってサイン入りのものがあって、もうすぐこのトップスのサイン入りのものも届くんですけど、サイン入りはこっちのファイルの方にしまって、で
こっちはまた別にこのスターコーデ専用のファイルを作ろうかなって思ってます。私前の動画でもちょっとお話ししたんですけど、2016年の年はほとんどアイカツの筐体をやっていなかったので、このスターコーデを全然持っていなくて、本当に集めることができて嬉しいです。このドリーミークラウンのあかりちゃんのやつも実はサイン入りがあるんですけど、これ3つともサインなしのやつなので、こっちもまとめちゃおうと思います。で、あかりちゃんのサインのやつも今ちょっと集めていて、サインなしのやつはね、実は結構いっぱいセットあるんですけど、スカートとあとシューズのサイン入りを今、届くのを待っているとこです。じゃあちょっとしばらく、スリーブに移し替える作業をしていきたいなと思います。かわいい。なんかこのブランドの本当にもう全部のブランドが一気にスターコーデっていう縛りで出した、星座ドレスみたいなものかなって私は思っていて、本当に各ブランドの一番いいデザインが最後詰め込まれてる感じがして、すごい素敵なドレスが多いなって思ってます。今回はね、スリーブめっちゃ用意したから、はい、前回の動画でずっとスリーブなくなるかもって心配してた自分の動画を見てちょっと恥ずかしくなっちゃう。今回はたくさん用意しました。なので大丈夫です。安心してみてください。エンジェリーシュガーのブランドを着ているのは、いちごちゃんとまどかちゃんの2人なんですけど、ノーマルカードの方はいちごちゃんが1枚で、まどかちゃんが2枚になってます。赤ジェネの世代に出ている、カードなので、赤ジェネがメインになっていることが多いのかなと思うんですけど、さっき見せたサイン入りの方は全部いちごちゃんになってるので、めっちゃオタク心をくすぐってくるなって感じです。ドリーミークラウンはね、瀬名さんがあかりちゃん一筋っていう感じなので、サインの方も通常のノーマルの方もあかりちゃんです。このザ・ドリーミークラウンっていう感じのこの紺とピンクの組み合わせがめちゃめちゃ可愛くて、なんか過去こういう感じのドレスずっと瀬名さんデザインしてきたと思うんですけど、それのなんかもう究極版っていう感じがします。このパールがついてたりしてすごい可愛いです。これを筐体で着せたいんですよね。なのでオフィシャルストアでこれでアイカツで遊びたいなって思ってます。次がオーロラファンタジーかな。オーロラファンタジーはあかりちゃん世代では着ている子がいなくて、さくらちゃんとマリアちゃんのブランドになるので、さくらちゃんとマリアちゃんが着てくれてます。このオーロラファンタジーらしい緑の感じとピンクの感じがすごい可愛いなっていうのと、こういうねレース使いとかもすごいオーロラファンタジー感が溢れてて可愛いです。なのでキュートタイプの
ブランドは3種類ですね。で次がちょっとですね、やっぱりロリゴシックは人気で、他のは110円だったんですけど、これだけ220円で売られてました。すみれちゃんもゆりか様も人気なので、ちょっと高めのレートで売られてるのかなっていう感じです。でこれに関してはトップスがねゆりか様なんですけど、K-BOOKS にはなかったのでメルカリでお譲りいただきました。なので後でまとめてメルカリ開封しようと思っているので、そっちで紹介します。ロリゴシック感がすごいある感じではあるんですけど、なんかちょっと星とかあったりしてスターコーデに合わせてるのかなって感じがします。ゴシックスターですね。で次がリンちゃんです。りんちゃんのブランドはダンスフュージョンですね。ダンススタートップスとダンススターショーパン、あとダンススターブーツ。ダンスがしやすいようにショートパンツが多いのがダンスフュージョンらしいなって思います。ちょっとネオンカラーだったりしてダンスフュージョンらしさが出てるなと思います。私あんまりクールのタイプのカードを買うことがないので触ることもあんまりないから、なんかすごいピンクじゃないカードを触るのが新鮮です。カードを探してた時なんですけど、なんかこうどの子がどの部分ボトムスなのかシューズなのかトップスなのかっていうのがわからないでキャラクター全部カード見ていたので、途中であれ葵ちゃん揃わないと思ったらフューチャリングガールは1枚がしおんちゃんのところにあって、本当に探してる間宝探しみたいで楽しかったです。フューチャリングガールはもうザ・コスモっていう感じでフューチャリングガールらしいデザインだなって思います。でフールがこれで最後かな。でこれがスイングロックといえばセイラちゃんだと思うんですけど、めちゃくちゃ嬉しいことに赤ジェネなのでゆうちゃんがラインナップに入っていて、ゆうちゃんがスイングロックを着てるんです。ゆうちゃんもロックの女の子っていう設定なので赤ジェネとしてスイングロックを着てくれたのがすごい嬉しいです。わー、これもねめちゃくちゃスイングロックらしい、ちょっとユニオン柄だったり赤と紺っていうなんかすごい強めのカラーなんですけど、もうかっこいいセイラちゃんとゆうちゃんが着こなしてくれてるのでめちゃめちゃ似合ってるなと思います。はい、こんな感じでクールタイプはブランドが4つですね。じゃあ次このね並び順のね
生活カードってここに番号がついてるじゃないですか。これがなんか登場したブランドの順番ではなくて、当たっていってスポットライトが赤ジェネにちゃんと当たっていて、赤ジェネのね子たちのブランドが最初に来てるんですよ。でサングリアロッサを着てるのはジュリちゃんだけなので、ジュリちゃん3枚ともしてくれてるんですけど、これもセクシーなんですけど、凛とした美しさがあるというか、スパイシーアゲハとはまた違ったタイプのなんかかっこいいセクシーなブランドみたいな感じですごいいいなって思います。このね紫と赤っていう情熱カラーがジュリちゃんの着てるブランドっぽいなって感じです。で次がスパイシーアゲハですね。スパイシーアゲハはもちろんランちゃんなんですけど、見てください、ちゃんと地下の太陽の光ちゃんもスパイシーアゲハのブランドを着ているアイドルなので入ってます。スパイシーアゲハはもうザ・紫って感じで、ここのなんか網のデザインとかも、今度サンダルとかもすごいスパイシーアゲハっぽいなって思います。あとここにアゲハのモチーフが入ってたりします。がセクシータイプのブランドがね結構ね多いんですよ。そう意外とキュートタイプのブランドって3つしかないんだと思って驚きました。でもキュートタイプのブランドがいっぱいあったら集めるの大変だからよかったかもしれないです。ではソラちゃんがデザイナーも務めているボヘミアンスカイのスターコーデですね。このスターコーデもソラちゃんがデザインしてるんですよね。すごいアースカラーでボヘミアンカラーと、こういうお花のモチーフ、ちょっとアネモネっぽいやつとか、こういうリングとかもすごいボヘミアンっぽさが出ていて可愛いです。ミントグリーンいいですよね。結構好きな色です。で次がみずきさんのラブムーンライズの方か。みずきさんブランド変わってるからね。みずきさんのブランドもダブル M がねやっぱり人気のユニットなので220円ってちょっとレートが高かったんですけど、メルカリとかでコンプセット買うともっと全然下のでお得に揃えることができました。本当に K-BOOKS さんに感謝。ラブムーンライズも紫がテーマカラーだとは思うんですけど、サングリアロッサともスパイシーアゲハともちょっと違ってピンクと紫の中間みたいな色合いがすごいおしゃれだなって思います。大人の色って感じで、ちゃんとみずきさんの月のモチーフとかもたくさんあって高級感がありますね。でセクシー系のブランドが4種類でした。
よいしょ。ビビットキスはひなきちゃんとみくるちゃんが着てるんですけど、やっぱりお姉さんチーム本当に強いですね。特に最近はみくるちゃんのレートがすごい高いなと思ってて、当時もすごい人気のあるキャラクターだったと思うんですけど、多分その時の人気が今も続いていて、いちごちゃんの次にみくるちゃんとゆりか様って感じに最近はなってきてるかなって気がします。ポップカジュアル、そしてちょっとマリンテイストもありつつで、ビタミンカラーも入っててすごい可愛いです。ひなきちゃんはね、本当にね可愛いのに何着ても似合います。可愛い、嬉しい。風音なのでね、ちゃんとここねちゃんも入ってます。ここねちゃんのブランドはレトロクローバー。私多分キュートの次じゃあ何集めようかなってなった時にポップが結構好きかなって思ってます。なんかカード探しててもポップのお洋服に結構惹かれるので、キュート詰め終わったらポップに移ろうかなってちょっと考えてますはい、レトロクローバーはもう本当にレトロなデザインだけどポップっていう感じで、この絶妙なオレンジ色とかこの手袋の感じとか、なんかちょっと昭和っぽさがあって可愛いなって思います。で、これが赤ジェネのね、ライブの時もしっかりニーナちゃんのグッズ入ってたと思うんですけど、スターコーデにもしっかりニーナちゃんが入ってますね。ニーナちゃんのはアニメではたくさん見てたんですけど、筐体やってないからあんまりニーナちゃんのドレスを知らなくてめちゃパニック。こんな感じでなんだっけ、キャリーパミュパミュちゃん言えてる？キャリーパミュパミュちゃんのなんか衣装の雰囲気に似てるのかなと思ってて、すごいポップだけど夢川で原宿っぽさもあってみたいなベビタピのみんなが着てそうなお洋服ですよね。かわいい。で最後がかえでちゃんが着ているマジカルトイですね。でマジカルトイは私の鳥垢の推しのキーちゃんも着ているブランドなので、キーちゃんも入ってます。嬉しい。かわいい。アイドルキーちゃん本当に好きなんですよね。キーちゃんがね、アニメすごい好き。
マジカルトイもすごいいいとこ取りっていう感じ。楓ちゃんのマジカルっぽさもありつつ、キーちゃんのこのちょっと原宿っぽいドリーミーっぽい感じのユニコーンとか入ってサーカスっぽさもあってみたいな。ですごいカラフルで可愛いです。あ、で、そっか。乙女ちゃん、ハッピーレインボーがないんだ。K-BOX に行った時に、その乙女ちゃんのハッピーレインボーのやつと、あと、ののりさちゃんのドーリーデビルのスターコーデは見つからなかったんですよ。で、あと、あれか、ゆりか様の、このね、ロリゴシックのトップスもなかったので、その辺はメルカリで買っちゃおうと思って。で、あと、あれだ、桜色家電。私の好きなみやびちゃんも、ちょっとメルカリの方がセットが安かったので、店舗にはあったんですけど、買わなかったんですよ。なので、メルカリでお譲りいただいた分をちょっと今から開封していきます。はい。これと、これと、これもかな？メルカリでお譲りいただいた分を、開封していきます。すごいみんな丁寧に梱包してくださるのでありがたい。わー、かわいいね。ドーリーデビルのコーデです。スリーブ変えさせていただきますね。鮮やかで綺麗な紫色のセクシータイプの衣装です。もう本当にキュートセクシーっていう感じで、ののりさちゃんたちらしいデザインになってます。こっちにこのゴシックスターのトップスが入ってました。この辺もバトンタッチカードですごい貴重で、私このグリーンステージもトップスは持ってるんですけどスカート持ってなかったので、このスクールドレスっぽいアクアパティシエブラウスのトップスとボトムスもありました。すみれちゃんちょっと2枚になっちゃったんですけど、全然嬉しいです。クールのカードはもうあんまり持ってないので、どれも多分持ってないんじゃないかなって思います。エリカ様のゴシックスタートップスが揃ったおかげで、うちロリゴシックのドレスも揃いました。嬉しい。何とかすごい感情が止まってる。これつけすぎてかかってますね。こちらが桜色家電の桜色スターコーデですね。これがお姉ちゃんのハッピースターコーデですね。こっちのバトンタッチカードが
セットになってました。最近さ、メルカリにまとめ機能みたいなのできたじゃないですか。なんかちょっとずつ便利になってるね。なんか送料分お値引きしてもらったりするので、開けるのも開封もね1回で済むし、めっちゃ重宝してます。よし、こうしてみると本当にセクシータイプ多いですね。はい、みやびちゃんも私当時大好きで、特にみやびちゃんの曲が好きでたくさん聴いてました。かわいい和風のドレスって感じで、他と全然違って好きで、これはもうフルーツモチーフとかがたっぷりのハッピーレインボーのコーデで、ハッピーレインボーはねとめちゃんが着てます。ちょっとモコモコなとことかも可愛いし、なんかロリポップタールスみたいな感じの要素と、なんだっけ、アイカツのガチャになったコーデを足して2で割ったような、なんかすごくハッピーなデザインです。みさちゃんとストーリーレベルデビルが5個目で、サングリアロッソの後に桜色がでが来るみたいですね。すごいセクシータイプが多いです。で、ハッピーレインボーがここかな、ここですね。マジカルトイの前、ジャパニーノートです。はい、こんな感じで全部のスターコーデが揃いました。そしたらこのカードを収納していきたいなと思うんですけど、このバインダーに入れていこうかなと思っています。これは昔使っていたものなので、すごい角とかもうボロボロになってきちゃってるんですけど、赤字ね、あかりちゃんが真ん中で、ブランドのお洋服を着ていたアイドルたちが全部入っているバインダーになるので、ここに入れていきたいと思います。今入れようと思っているのが、このキャンドゥとかによく売っているこのハピラっていう会社のホワイトリフィルを入れるとトレーディングカード用っていうやつを買いました。 A4 の30穴タイプっていうやつですね。これがうまく入るといいですけど、ちょっとやってみます。
でこれでようやくスターコーデ全部集まったんですけど、次このバトンタッチカードを集めてみたいなって思っているところです。これは本当に最後の16年の4弾のシリーズなんですけど、過去に来たアイドルたちのなんかとっておきのお洋服みたいなのがなんか再録っていう形で、ただここのポーズとかも全部違って、裏側がこういう風にアイカツスターズのキャラクターたちにバトンタッチしているみたいなカードになっているので、こういうカードを集めていけたらなと思っています。引き続きいちごちゃんとあかりちゃんのプロモカードも、集めていきたいなと思ってます。はい、では今日も最後まで見ていただきありがとうございました。バイバーイ。